はいどうも、シモンです。ちょっと変なとこでオープニング撮ってるんですけど、今週の動画はタイトルでもある通り、前安いスケボーと高いスケボーを比較したんですね。で今回は高い指スケと安い指スケを比較したいと思います。でこの検証というか、この企画結構前からしたかったんですけど、まず高い指スケを持ってないっていう理由と、あと僕、指スケちょっとできるんですけど、そんなわけないんで、指スケがちゃんとできる人に協力してもらう必要があったんで、できませんでした。で今日指スケうまい友達が協力してくれるんで、ちょっとこれから渋谷に行って会ってこの動画を撮っていきたいと思います。では渋谷にレッツゴー。はい、ちょっと変な感じの場所に来てるんですけど、安い指スケと高い指スケを比較していきます。で今回使う高いスケボーがこの BDF、BD フィンガーボード。そうで、安いのは一番一般的なステックデッキ。はい、安い方はこれを使います。で高い方は今からセットアップして作ります。ではレッツセットアップ。ちゃんとライザーパッドも入ってます。これいいトラックはほんまにマジで普通のスケボーと同じ感じで作ってるよね。全く同じですよね。7200円ぐらいします。何で？トラックで。トラックだけで？高っ。皆さん普通のトラックを買いましょう。スケボーの方の。間違いない。すごいな。すごいな。画質がいい。それぞれ 32mm とか、33.3mm とか一応今の主流の大きさのサイズがあるんですけど、一応これは 32mm の、レンゲスが 98mm っていうレンゲスになってます。幅が 32mm、98mm。大体こういう高いものに関しては、裏面もちゃんとアソートが入ってる。アソートなの？こっちの面のことはアソート。分からんわ。ごめん。で大体こういうデッキテープも一緒についてます。でそのまま直張りしちゃって大丈夫です。角からを角から剥がして上からピタッと、普通のスケボーと一緒やね。一緒でヤスリの硬いところを俺はできないんでやってもらいます。こうやって削っていきます。こうやって取れていくんですよ。ほらみんなやってる。はい、ほいほい。はい、こう剥ぎ取っていく感じになりますね。こうやってこれでドライバーでゴリゴリすると穴が開くと。そうほんまに普通のスケボーと一緒やね。そうツール。これもちょっと良さそうなやつやな。超いい。これツールだけで1500円ぐらいか。これで1500円するの？ぼったくられてんな。はい、あとはトラックをつけるだけです。なんか1回みんなやるよな。1回はやるよね。安いしね。これ1個300円。こういうなんかさ、ちっちゃいのいじるのも楽しいからね。それはね、分かって。はい、今高い方のスケボーを作ってます。マイク・シュナイダーっていう人がいる。あ、知ってるその人。知ってる？フォローされてます。それはどうでもいい。指スケ界のロドニー・ミューレンみたいな人。あの人はもう伝説みたいな。指スケの大会とかあるもんな、確か。ドイツだと世界大会がございますね。映えてる。全然はまらん。ネジが取れました。完成です。そういう感じ。はい、ということで2つの安い方と高い方のデッキのセットアップが完了したんで、これから、2つの何が違うか、比較していきます。はい、で俺はあんま詳しくないんで、この人にちょっとね解説してもらいます。それぞれ違いを説明していきましょうか。デッキの違いですね。板がプラスチックです。プラスチック。そうで高い方は全部ちゃんとプライされてるウッドになってます。プラスチックの鈍い音と木のカチカチカチって音。そう。あと太さは今これ大体今で売ってるテックデッキの種類のものが大体 30mm から一番大きいものだと 32mm くらいまであります。でこれが一応昔のテックデッキ、すごい細いです。
28ミリくらいかな、だいたいそれくらいになってるんですけど、高いやつで、これは今これは32ミリです。で一番大きいものだと33.3とか、あるブランドだとほんと35ミリとかも出してるとこあります。遅いとじゃあフリップするってなった時に、じゃあ大体フリップだとここら辺抜くじゃないですか、それを指でここで的確にやろうとすると結構幅が狭いと思うんですよ、でも抜く場所が太くなるんで、その分食いつきもあるし、メイク率の方が上がるっていう感じ、コントロールしやすい。そうそう、コントロールしやすい。そう比べたら結構違います。結構違うな。これがこんなに差もあるから太い。そう、あとグリップテープの部分も違います。で大体今主流なのはこのスポンジテープって言われてるものが主流になってます、でテックデッキはこういう、ヤスリグリップテープ。なんでヤスリじゃなくてスポンジを使うんですか？そうだね、グリップテープは全然こっちの方が高い。スポンジ？もう全然こっちの方が高い。ああ、そうなんだ。もうだから俺も結構これを剥がして、これ熱でドライヤーでかけると剥がれるんですけど、それ剥がしてこっちつけたりもします。じゃあ次は、トラックの違い。まず、一番大きな違いは、ちょっとこれだとあれなんですけど、これとかだと幅が全然、ハンガーの幅が全然違いますよ。そう、ここの部分の幅が違います。あとはブッシュはこれですね。その緑のあれ、そうそう、クッションみたいなそうそうそう、役割を果たしてるやつやな。曲がれるように。そうそうそう。すごいな、こうやって見たら。テックデッキだとあれ、これがプラスチックなんですよ。あ、ほんまや。ゴム見たら分かる安いやつやん。そうそう、ほら見て、曲がらない。曲がらない。次は、ウィールの違いです。テックデッキのウィールは全部プラスチックで、でこのコアの部分にベアリングが入ってないんですよ。今もうほんとただプラスチックでウィールの形をしてるだけなんですけど、ベアリングも入ってます。ほら、ちゃんと回るんですよ。Wow. That's amazing, boy. ベアリング入ってるから見たこれ。こっちはそんな高い、デッキを買う価値はあるん？いや、一回試してみればあると思う。やっぱ違う？全然違う。5000円でも売れるからみんな買ってるんやろ。そうそうそう、需要があるからある。すごい。はい、それが基本的にこの高い方と安い方の違いでした。ではこれからちょっとね、指付けマスターのたかしに使ってもらいたいと思います。まずは安い方から。一応普通にこの一般に売ってる鉄ケーキそのまんま喋れてない。けでいいよ。でセッチヘブラだー。うわー、やっぱグリップ力がちょっと弱い。ほらスポ抜けじゃやできないことはないよ。スローで取ります。普通にできるけどな。おー、一発じゃん。一発。いくで。こういうこと。おお。そう。うまっ。
はいって感じで、今回の動画はその安いスケボーと高いスケボーを比較してみました。たかしの協力を得てありがとうございます。はいって感じで、今週の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。こいつのインスタはこの辺に貼っときます。ではまた来週。